家なしが感じたチームクルルの強みは難関ギミックの解析の速さというより、初週攻略勢と比べてレイドレース勢に必要なスキルはだと思います。イラ LB3 で挙動ってすぐ半壊しちゃうのはからだと思います。突然ですが皆さん、レイドレースとは何かご存知でしょうか。霊式や絶などの高難易度レイドを実装直後から挑戦し、クリアまでの時間を世界中で競い合うユーザーイベントです。昨今、一部参加者による外部なんちゃら話でたびたび界隈が騒いだりしていますが、そういう話で騒がれること自体が依然として高い注目を得ているイベントと言えるでしょう。実装日当日に寝て翌日起きたら馬取りで、チームなんちゃらが4走前半を突破と騒いでいたり、X にて神プレイのクリップが流れてきたりと、走者のレベルの高さは言うまでもないでしょう。ところで皆さん、そんな走者を見てこのような疑問は持たないでしょうか。普段何してんだろうと。走者が FF14 うまいのはレースを見ていれば一目瞭然です。なぜ FF14 がうまいかというと、それは練習をしてるからでしょう。で、練習って具体的に何してんのと。それに FF14 の直接的な練習以外にどんな準備をしているの？生活リズムは？当日の食事は？ジョブどう決めんの？てか外部ツールってどうなの？エトセトラエトセトラ。馴染みのない領域ゆえに想像が及ばず、ゆえに興味もつきません。と思っていたところ、あのチームクルルの MT がかなり早い時期から当チャンネルの受信契約者であったことが判明。チームクルルといったら昔からレイドレース上位の成績を残しており、直近の天国編でも配信チーム JP ファーストになるなど輝かしい戦績を持つ知る人ぞ知る日本の代表的なレイドチームです。というわけでガチオブガチプレイヤーに先の疑問を片っ端からぶつけることにしましたので、当チャンネルの視聴者にも共有いたします。が、私家なし、ちょっとずつ初見ギミック浴びたい派につき、レイドレース観戦経験なし。何も知らんまま丸腰で話を聞きに行くのも情報番組としていかがなものか。というわけで、たまたま YouTube にアップロードされていたパンデモニウム天国編の配信アーカイブをしゃぶり、まずはチームクルルの何が強いのかの言語化を試みました。本動画の構成としても、まずアーカイブを通じて何が強いと感じたのかなんとなくイメージを持って、次にご本人へのインタビューを通じて強みを具体化し、そしてその強みってどこから養われるのか、事前の練習内容等から探りつつ、あとはレース当日とかレース後とか何してんのとか、外部ツール話とか、個人的に興味ある話をぶつけることにしました。そして思ったよりも充実してしまったため、前後編でお届けします。チャンネル登録の上、後編もお見逃しのないようお願いします。まずはアーカイブの視聴です。アーカイブを拝見する前、私は勝手に難関ギミックの解析力が高くて、その辺爆速で突破してるんだろうなと思っていました。例えば天国編一層のサイコロことジャンブルコンボ。今でこそ世界一わかりやすい解説動画があるからこそ、そのギミックの全容は解き明かされていますが、サイコロの奇数と偶数で挙動が違ったり、豆腐みの順番もトリッキーだったり、無色組にも別の攻撃が飛んできたり、ジャンブルの名にふさわしいギミックとなっています。きっとクルールチームなら霊式や絶の経験を頼りに秒速でギミックを解き明かしていくんだろうなぁと、アーカイブを見る前に勝手に想像していたところでした。しかしこちらをご覧ください。これは私がアーカイブを視聴してまとめたパンデモニウム天国編1層から3層のギミック別ワイプ回数です。1層のジャンブルコンボ、2層のタレットやボンド3回目、3層の光と闇の調停など、まあそこしんどいよねというところで順当にワイプしている様子が伺えると思います。そう、意外とクルルも難関ギミックで苦戦しているのです。が、アーカイブを拝見しているうちにそことは別にある強さを見出したので2点紹介します。1つ目、シンプルですがミスらなすぎ。このデータの見せ方だと分かりにくいので、時間軸の情報を加えたこちらをご覧ください。このデータの見方は、例えばコキュートスの場合だと、リアルタイム19時に突入。最初にダブルスペルでワイプし、次に古式地列山でワイプし、続いてジャンブルコンボでワイプしたという見方です。いや、これはこれでサイコロ到達早すぎんだろうとは思うのですが、こういうのに驚いていたら一生話が進まないので先に進みます。注目いただきたいのは赤くなっているこの3層あたり。このデータ上、こういう風に同じギミック名が連続して並んでいるということはどういうことを意味しているのでしょうか。ひとえに1回突破するとそのギミックではほとんどミスらなくなるという意味に他なりません。例えばこの辺以降は戒律の幻想でほぼワイプしていないという意味ですね。皆さん、野良で魔電の進撃の練習パーティーに入った時、魔電の進撃はどの程度練習できるでしょうか。スピットウェブの範囲がかぶりピラーの塔が踏めずワイプ。タレットの斜めビームに巻き込まれてボンド処理できずワイプ。ボンド3回目の3回4人で集まりきれず4人落ちてワイプ。ぐだってるうちに一番最初のディバイドウィングで扇かぶって糸切れずワイプなど、最悪一度も進撃を練習できないこともあるかと思います。しかしクルルでは一度突破したギミックをミスることはほとんどありません。しかもこの辺りは開始から8時間経過した深夜4時頃です。1回突破したギミックをミスらないからこそ、毎回壁になっている難関ギミックに到達できるので効率的に練習できているということですね。
またちょっと脱線しますが興味深かったのが、ただミスらないだけでなく時にはそこのフェーズを使って議論までしている点です。どういうことか。ジャンブルコンボに初めて到達した3トライ目と直後の4トライ目の一部始終をご覧ください。これ複数食ってるから多分複合技かな。複合っぽいな、1234あ弾に1234とプレイヤーにも別のついてる。あ、弾を蹴って塔が出る。いや弾を蹴って塔が出る。で、や青玉ついた人に突進が来るね。じゃあ4から豆腐みや。全員体格でいいよ。1は4の体格。感じで。ここ離れかな。1324かな。組み合わせは。通常であればサイコロで何番ついた人がどこへ行くのか、青玉の人はどこに行くのか話し合ってから戦闘開始するでしょう。しかしクルルの場合、とりあえず戦闘を始めてしまい、戦闘中にサイコロをどうするのか議論するのです。当然数分前に初めて見たばかりのダブルスペルや古式地列弾のところはそんな暇はないのですが、全体攻撃やタンク強などギミック強度がそれほど高くない時間をうまく使って議論しているのです。そこの時間を議論に当てられるようにするには、それらのギミックを意識すればミスらないレベルにするだけでなく、意識しなくてもミスらないレベルにまで持っていかないといけませんね。なので強みを正確に言うなら、ミスらなすぎではなく、ミスらない上に話し合いにまで使えちゃってるだろうなと感じました。強みと感じた1点目は以上です。2点目、復帰力高すぎ。アーカイブから抜き出した3層のシーンを2シーンご覧ください。わあ、起こしたか。ベースカーさん。ちょうど B だ、ちょうど B。回収、クルさん回収でいこう。あ、オッケー、そこでいい、そこでいい。ウェイト、ウェイト、ここでいい。ナイスナイス、完璧。あー、体力。これが受けれないんだよ、多分。これ。全部、アイムバナナとか言って、アイムバナナとか、アイムバナナとか。出たんそれ受け。受けるとまとめてきて、持ってきて、持ってきて。ほら。ナイス。タンケルビ、タンケルビ、タンケルビ、ナイスタンケルビ。中入って22ね。エラマさん、こっち、エラマさん。じゃあ、落ち着いて。エラマさん、もうちょっと南。いやー、てか、そうだよな、そうだよな、だから。いや、宮山さんとアイムバナナがもう手前じゃない？いかがでしょうか。ノラパーティーなら秒でチャット欄にワイプでと流れてきそうなシーンからでも驚異的な粘りで復帰していきます。実際先ほどご紹介した区間もそれ以前のギミックを誰一人ミスっていないというわけではないのですが、多少のミスならワイプせずごまかせるぐらいの復帰力が下支えしているのですね。強みと感じた2点は以上です。あと細かいこと言えば、1層のジャンブルコンボ後の古式地列弾プラスダブルスペルとか、2層の魔電の進撃後のディバイドプルーム一体とか、その辺当たり前のように初見で突破してんじゃねえよと思いますが、まあこのレベルの人たちだと気質ギミックが複合するぐらいではどうってことないってことでしょう。私がアーカイブを見て感じた強さは以上で、まとめると難関ギミックは普通に苦労しているが、それ以外のところでそもそもミスらない。万が一ミスっても復帰できちゃう。だから難関ギミックに使える時間が多い。そこがチームクルルの強みであると感じました。さて一通り話を聞くだけの下地を作ったところで、ここからは当人をお呼びしましょう。チームクルルの MT エルマさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でいかがでしょう、この2つの強み。そうですね、全般お話しいただいた通りだと思います。1点目ちょっと補足すると、付け足して話してくださったところが大事で、ミスらないのは当然で、議論の時間にも使えるぐらい脳死で動けるレベルでないと厳しいですね。ああ、やっぱりそこは強みというかマストなんですね。そうですね。やっぱりいつも4層が関門になるんですよ。今回の天国編も1層3時間、2層4時間、3層5時間ぐらいで、あと40時間ぐらい4層だったので、なので1から3層のまあまあまあみたいなギミックについては手を止めて議論する時間は取れないですね。なるほど、いかに4層に時間を使うかなんですね。ただ一方でアーカイブ拝見してて気になったことがあって、今回1層から3層クリアしてからサブキャラに変えてもう1回クリアしてるんですよね。いかに4層に時間使うかって意味では逆行しているようにも見えるんですけれども、あれは何をやってるんですか？装備集めですか？そうです、装備集めです。メインとサブでそれぞれがクリアすることで、アイテムレベル660の人を2人作れるんですよ。今回はそれをピュア DPS の侍と黒に集めた感じですね。なるほど。
霊式のリリースが1週間ずれてトームストーン装備を集める余裕が出てきたとしてもアイテムレベル660を2人作った方がいいと考えるものなんですね。皆さんレベルだと DPS についてはあんまり気にする必要がないと勝手に思っちゃってたんですが、そこは今回作戦練ったところですね。というのも前回の煉獄編4層前半の DPS チェックが尋常じゃなかったので、さすがに今回は DPS チェックも少し自重するだろうとは見込んでたんですけど、一方でどうせどのチームも4層のギミック解析で苦労するだろうとも思っていたので、だったら多少回り道しても1層から3層で装備集めた方がいいんじゃないかって考えたところですね。それとトームストーンがマックス900まで集められるようになった影響で660装備にも手が届くのと、もっと言うと天国編では3層で同装備が出てくるっていう情報もありましたし、回り道する恩恵がこれまで以上に大きくなったというのもあるんですね。そうです。で、自分たちが装備整えて4層来た頃に他のチームの配信からいい感じの解放があれば拝借しちゃえたらと目論んでました。天国編では他のチームも配信してたんですか？というか事前に配信することを知っていたんですか？配信してましたし、それを知ってました。もともとレイドレースってどちらかというと配信せずにブラインドでやるのが当たり前だったんですけど、ゼツオメガのツール問題がやっぱりターニングポイントになってて、あそこからレースなら配信すべきっていう風潮が出てきたんです。海外で非公式のレイドレースを運営している団体も配信してるチームでないとワールドファーストと認めないようになりましたし、ああ、皆さんも天国編でストリームセカンドとしてキーボードもらってましたしね。そのレギュレーションの変化もあって今まで配信してなかった海外チームも配信するって宣言してたんで、さっき説明した作戦に踏み切った感じですね。なるほど。私は4層見てないので聞いちゃうんですけど、結果その作戦はうまくはまったんですか？今回は綺麗にはまりましたね。今回天国編4層前半のサイコロの解放がみんな分からず苦戦してたんですよ。あそこって距離減衰だったり、それも色々盛れば一人でも受けられちゃったり、あとなんか中央で謎の奥義範囲してくるやつがいたりでどうすりゃいいんだってなってて、ああ、確かに。で自分たちのチームは2日目昼12時の時点でまだサイコロにたどり着いてなかったんですけど、他チームの配信を見てどうせここしばらく解放出ないだろうって思って1回休憩取ったんです。4時間ぐらいで起きたらいい感じの解放があって、あ、これでいいじゃんってなって、そこを突破してから後半は拍子抜けするぐらいスルスルいけちゃいましたね。4層後半クリアした時2人死人を出しながらのクリアだったんで、装備更新が功を奏したなと思ってます。なるほど、それは綺麗にはまりましたね。他の配信チームで今回皆さんと同じ作戦を取ったチームはいたんですか？装備2人分集めるっていうやつ。知る限りではいなかったと思いますね。とすると次回のレイドレースでは他のチームから今回の作戦を真似されたりもするんですかね？いやー微妙ですね。というのも霊式ってオメガぐらいの頃から3部作目が基本的には一番難しくて、だいたいいつも1部作目のワールドファーストが20時間前後、2部作目が30から35時間ぐらいで、3部作目が40時間ぐらいなんですね。次回はまた1部作目に戻ってクリアタイムも短めのレースになるのと、あとそもそも1部作目は DPS チェックが緩めなので装備のために周回する価値は低いのかもしれませんね。なるほど。レース時間が長い今回だからこそハマった策でもあったということですね。あれ何の話でしたっけ？2つの強みのうちの1つ目の話ですね。時間制約があるのでちょっとしたギミックなら議論しながら進めなきゃいけないっていう話から派生しました。あ、はい、そうでした。はい。2つ目、復帰力高すぎ問題ですね。これもおっしゃる通りだと思います。レース中はとにかく先を見ることを全員が最優先にしてるので、それが機能してる形だと思います。意識が統一されてるんですね。復帰力ってどうやって養うんですか？一番いいのは安易にワイプしないことだと思います。練習中とかにパーティーが半壊することがあると思うんですけど、そこで簡単に自害しないことですね。平であれば少しでも復帰できるように頑張る。蘇生が被らないようにするとか？そういうのはまあ最低限の話として、例えばこれから来るタイムラインと自分とペアのヒーラーの残ってるリソースを踏まえて、どの順で誰に何を切ってどうするのか考えるのが大事ですね。特に自分だけでなく相手のリソースまで理解するのが大事だと思います。まだジンとかフロー残ってたよなとか。相手のリソースまで把握する必要があるんですか？うちの固定はクルルさんはじめ平さん2名がお互いアドリブでポンポンやりに行ける人なんで、やっぱりそこは大きいですね。なるほど。やっぱり復帰力の要は平になるんですね。タンクや DPS が復帰力高めるために意識することとかありますか？わかりやすいところだと蘇生役を生かすとかですかね。自分に頭ありついて耐えられなさそうだったら一人でおとなしく自害するとか。あと DPS で言うと、まあ DPS に限った話ではないんですが、常に決められた3回位置に行かず臨機応変に3回位置を変更するとかですね。あの人があそこで復帰したから本来自分が3回するのはあそこだけど、あそこはあの人に譲るとして自分は代わりにこっちに行こうとかですね。うわぁ、まあおっしゃってることは分かってるんですけどむずそうですね。自分ばっか気にしてないで周りの状況も見て臨機応変に動けってことですね。そうですね。
あとは自分が死んでる時も常に立て直しがされるという気持ちで状況を見て構えるのも大事ですね。ああ、平 LB さんで蘇生された時に挙動って再び死ぬことあるな。あれが典型的な例で、あれは蘇生されると思ってなかったから気を取っちゃうんですよね。今ここで蘇生されたら次に何のギミックが来るから自分はどこで何をするのか、そこを考えておけば気取らないはずです。床を舐めてる間も蘇生されるだろうと注意を払い続ける意識がパーティーの復帰力を底上げするポイントだと思います。まあ全員がワイプに抗おうとしないと復帰は難しいので、野良だと難しい面もあると思うんですけどね。ただ平だと野良の練習パーティーとかすごい練習になるとかは聞きますね。なるほど、勉強になります。あとは私が感じた強みはこの2点なんですが、エルマさんから見てクルルさんチームの強みみたいなもの、あるいはレイドレースする人全般の強みとか、備わってなきゃいけない能力でいうと何がありますか？初週攻略勢と違ってレイドレース勢が持ってなきゃいけない能力っていう目線で言うと2つありますね。1つは劣悪な環境でも集中力を維持できることです。ああ、今回も翌日の昼12時までぶっ通しでしたもんね。私もオメガ零式のアルファ編は40度の熱出してやってました。はい。私も過去に経験があったんですが、初週攻略士の方とかを新たにチームに迎え入れても、その人が開始6時間ぐらいで集中力が切れちゃってボンミス連発するようになることもあります。一人そういう方がいるだけでチームとしての進行もどうしても停滞しちゃうんで、集中力は必須ですね。かといって事前に見極めるのも難しいスキルなので、そこがまた難しい。そのスキルってどうやって鍛えられると思いますか？いやー、正直鍛えようがないと思ってしまいますね。多少の慣れはあるのかもしれませんけどね。ですよね。私も寝ないとめっちゃ集中力落ちるたちなので、残酷ですけど先天的な素質もあるのかなと感じたところでした。という意味ではスキルというか素質なのかもしれませんね。もう一つの必要なスキルとは何ですか？こっちは事前に確認できるスキルなので、面談の時もめっちゃ気にしてるんですが、もしレイドレースに参加する実力をつけたいなら、とがおすすめです。そもそも霊式では外部ツールを使おうにもないんですよ。クルルさんがバンされたから練習ができなかったんです。